皆の衆お読みでござるか。21番の高丸でございます。白影さん、はい、実はちょっと見せたいものがございまして、はい、てってりー、野源ですよ、野源。もうずっと前から欲しくて持ってなかったん逆に。そうなんですよね。でもやっと手に入りまして、今回初めてで触るのも、なのでちょっと使い方を教えてもらいたいなと思いまして。野源ってね、なかなか難しいんですけどね、ここ手を持つとこがあるの分かりますかね。はい、これをねしっかりと持って、あとねこう体の前に置くんですよ。はい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 。このままでこうコロ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 って転がしていって、はい、こう引いてくると、はい、ずっとこれをするんですよ。ほー、腹筋がすごく鍛えられる。腹筋これ高丸もやってみてください。よっ、うわっ、これはいや、野源って結構辛いっすね。あ、野源ってこんな大変だったんだ。痛い、違いますよね。こっちが大事なんです。あ、野源は昔の農機具全部こんな形になってて、こう踏むところがあって、あ、しっかり踏んで、この中にね薬草とかを入れて、野源薬を磨くって書くんです。薬をこれでこうすりつぶしていく道具。表札とかの文字がこう彫ってるあの彫り方を野源彫りって言うんだけど、ああ、はいはいはい。この刻み方、あ、なるほどね。はい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 。いろんな言葉のルーツにもなってるようなこの野源やから。確かあれ高架駅の前にこの野源持った忍者の銅像が。ゴーロこの忍者と薬で有名なんで、はいはいはい、薬の町としてこう野源ポーズああ、なるほど、野源ポーズですね。できる。こんなじゃないですか。確かこう、絶対こっちだと。いや、こうだと思いますよ。これで、やっぱり薬の調合とかすごいやってみたいなと思ってるんですけど、薬とか今日持ってないですか？持ってんのそんな。使いたいな、せっかく買ったんでね。だからもう高価のコーヒー知ってる？高価のコーヒー。昔からね高価ではもう大豆作りが盛んやったんですけど、その大豆を使ったねコーヒーくのいちぽちゃんっていうのが高価市では売り出されてる。くのいちぽちゃん、ノンカフェインの、妊婦さんでも飲んでも大丈夫っていう、その材料をねもらってくるからはい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 。それをこれで、おお、つまり野源でコーヒーを引くってことですよ。野源コーヒーいいっすね、やりましょうやりましょもらってきた。お、これがくのいちぽちゃん。くのいちぽちゃん。かわいいパッケージ。忍者のパッケージになってて、ぽちゃんっていうからぽちゃんやって。あ、これはもうあれティーバッグになってる。そうそう、もうお湯だけ入れたらできるから。でもじゃあこれさ、野源で使えないじゃないですか。そんなにどうしよう。大丈夫大丈夫、任してみて。ちゃんとね材料もらってきて。これわかる？何か。コーヒー豆ではない感じですかね。それが高岡市産の大豆。大豆はコーヒーと一緒で、ローストして真っ黒にしてる。これとあとね、普通のコーヒー豆。これも無農薬で作られてるコーヒー豆らしいんだけど、この2つを粉にしてブレンドしていくとぽちゃんになる。あ、そうなんだ。じゃあ一回このぽちゃんと同じ味を野源で再現するということですね。でね、普通はねコーヒーはコーヒーミルでやってるから、どうしてもあれモーターで動かしてるからね、熱が入っちゃうんで油の成分なんか変わっちゃうんやけど、この野源でした方が僕は美味しいんちゃうかなと。材料もらってきて、この野源の力だけでくのいちぽちゃんをより美味しくしてやろうっていう。いいですね。だからまず最初に4対6の割合で混ぜているから、まず大豆を4を野源の中に入れて、おお。で野源ですりつぶしていく。先に潰しちゃっていいですか？先潰しましょう。なんかこうやって回す感じでいいですか？なかなかね最初はね大きい状態で回しにくいと思うから、どっちかというと押して押す、潰していく感じ。こんな感じですか？ゴロ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 転がしてあげる。ここ足押さえるんですか？そう、先そう言うたやな。すいません、やったなんか面白い。ガッツやもんね。知ってるやん。すいません、なんか大豆の超いい匂い、香りがしてきた。どんな匂い？なんかこう
節分の時のっていうか大事やからね。あ、でもだんだんとだんだん粉になってくるからで周りの方に大きいのが残ってくるからそれをしっかり真ん中に呼び込みながら、はい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 、なるほどね。ローストされてる皮が絶対美味しいから、はい、これもしっかりすりつぶして。そうですね。でも意外となんかそんなに時間かからずに、これはねまだ材料がしっかり乾燥してる状態でローストしてもらってるから、はい、やすいけど。どうですかこれで。そこにコーヒーも一緒に入れて、はい、コーヒーも潰していきましょう。ちょっとコーヒーの方お手本見してもらっていいですか。プロの野源のすり方を。そしたら高丸がすった大豆にコーヒーを入れていって、最初は優しく押してあげると。優しいですね。優しい忍者白影。普段と違いますね。なんか普段から優しいわ。おお、だいぶ粉になってきて、ちょっとこじゃれたカフェでは忍者が出てきてこうやってコーヒー作ってくれる。これはちょっといいわ。絵になるわ。お客様、揉み加減はどうしましょう。すり加減。あ、いいですね。ちょっとなんかカフェやりたくなってきましたね。忍者カフェ。忍者カフェ。店員さんなんて言ってお客さん迎え入れるの。お呼びでござるかじゃないですか、やっぱ。呼んでないわ。でもこれぐらいちゃうかな。おお。これでちゃんと。実際のあれと見比べてみる？あ、そうですね。どれぐらい細かくすれたか。これがはい、プロがローストしたコーヒーポチャンの一緒ぐらいちゃう？あ、結構その野源のやつも皿に移してもらっていいですか。やげんね、これ出すときははい。ここああ、ここからこれがそういうことなんだ。あ、すげえすげえすげえ。こうして出していくと万能。色違うの。色が違う。配分があれなのかな。あ、でもすごい一緒やな。細かさ的には若干の粗挽きな感もありますけど、うん。いいですね。でも全然これでコーヒーこせると思います。どういう感じでコーヒーをこしていったらいいんですか。忍者がコーヒーこすって言ったらあれでしょ。あれか、手ぬぐい。手ぬぐいですね。三尺手ぬぐいを使ってこれからコーヒーをこしていきたいと思います。じゃあお湯ちょっと沸かしてきたんで、はい。この三尺手ぬぐい綺麗。昔風呂行った時に使ったやつかもしれないですけど 10g、こんぐらい。お、こういう感じですね。よし、じゃあいきます。じゃあ一回な、はい、かけて蒸らすの。ああ、なるほど。ここで一回待つと。これ絶対うまいっすわ。自分でやっぱ野源でひいたコーヒーですからね。野源でひいたコーヒーを飲む忍者って多分そんないいんだ。そんなにないと思いますよ。オッケー、できた。といて見てください。でも自分だけ飲むってる。自分だけさ、気象の顔が。大体ね、こう平らにするとコーヒーが美味しくなるから、で最初に蒸らしてあげる。蒸らしコーヒー。あ、それ先に見たかったな。さっき勝手にやったんや。蒸らしてじらして。そうそうそう。ポイントですね。忍者はじらしてなんぼや。この時間がいいですよね。コオロギの音色を聞きながら。スズムシな。いい感じ。いい感じ。うん、それではじゃあ飲みましょうか。塩影さんってブラック派ですか？ホワイト。よし、
できました。ヤゲンで吸ったコーヒー。いやーめっちゃいい匂いがしてますね。ちゃんと油も浮いてるから、はい。多分これがヤゲンでしたから油がきれいに生きてると思う。ああなるほどね。いただきます。あ、すごいなんか素材そのまんまの味みたいな感じがします。美味しい。うん。まろやか。めっちゃうまい。優しいコーヒー。すごい優しい。ちょっとこっちとね飲み比べてみたいと思います。心なしかなんですけど、なんかヤゲンでやった方がなんかすごいまろやかな気がします。手間暇かければ美味しくなる。まあね、いずれにせよあれですね、このくのいちぽちゃんのコーヒーはめちゃめちゃなんか優しい味で何杯でもいけちゃいますね。でしょ。多分ね、今後忍者がコーヒーって言ったらこのくのいちぽちゃんのことになると思うから。くのいちぽちゃん、いやー白影さんめっちゃうまかったっすね。もうコーヒーは初めてしたけど、はい、こんなにも味変わんのかっていうぐらいに、ただね、ポチャンはポチャンで、時間ない時にポチャンとして作るからそれはそれでいいんやけど、時間がある時はね、ぜひともねゆっくりこう時間をかけてやると、美味しくなるっていうのがね、今回分かりましたね。確かにこれはもう一家に一台ヤゲン必要ですね。いらんけどということで、今後ちょっと薬草だったりとか、もうちょっとねこのヤゲンフルに活用していきたいなと思うんで、材料取りに行くとこからそれはそうですね、そうしましょう。ということで、今回はですねこのヤゲンを使ってコーヒーの方をやってまいりました。それではまたご用があればお呼びくだされ。これにてごめん。皆さんこんにちは。うちの、このくのいちぽちゃんという商品があるんですけども、甲賀の地で採れた大豆、昔忍者が、食べていたと言われる、地で採れた大豆を、使用しまして、あと化学薬品を、使わず、安全な、ノンカフェインの豆と、調合して合わせたスティックパック式のコーヒーになっております。どうぞよろしくお願いいたします。